こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。今日はネパールのルンビニへあなたをお連れします。2500年前にブッダが誕生したとされる町。ここにはとても穏やかな空気が流れています。後半ではブッダが生み落とされたまさにその場所へあなたをご案内します。ルンビニへの旅、それは心の扉を静かに叩きます。カトマンズの南西におよそ180キロ、インドとの国境にほど近い場所にその町は佇みます。カトマンズからは陸路でおよそ10時間、空の旅なら30分です。さて、ルンビニの玄関バイワラ空港でタクシーをお願いして宿へ向かいましょう。バイワラ空港から宿が集まるエリアまでは車でおよそ40分、ほぼ直線の一本道です。バイワラ空港は以前まで国内便のみのローカル空港でしたが、2022年に国際線が就航し、ゴータマブッダ国際空港としてリニューアルされました。ルンビニという地名はサンスクリット語で愛らしいを意味します。それはただの地名にとどまらず、平和と静寂が息づくこの町を象徴しているかのようです。この地に足を踏み入れた瞬間、時間が緩やかに流れる別世界へと迷い込んだような感覚に包まれるのです。トゥクトゥクに乗り換えて早速マヤデビ寺院へと足を向けます。そこはブッダがこの世に生まれた場所です。マヤデビ寺院への第一歩はまるで2500年の時を超え過去への門をくぐる道。照りつける太陽の下でも心を鎮める神秘的な雰囲気で満たされています。寺院へ向かう道の途中には平和の炎が揺らめき、訪れる人を内なる安寧へと導きます。この炎は高級平和とブッダの教えの象徴。1986年11月1日に灯されて以来、一度も消えることなく平和と悟りのメッセージを静かに語りかけています。大きな池の真ん中に佇むマヤデビ寺院。その池を渡る道の入り口にはシッダールタの像が立ちます。後のブッダゴータマ・シッダールタは生まれたその直後に7歩歩いたと言われます。そして空を指さして天上天下唯我独尊と言葉を唱えました。この像はその瞬間を象徴するもので、人々を優しく迎え入れてくれます。池の道を渡りマヤデビ寺院に到着しました。この寺院はプスカリリの池の傍らに静かに佇みます。かつてブッダの産湯として使われたとされるその水は静謐な美しさをたたえ、そのそばに立てば心の中に満ちる平和が遥か古代から続く命のつながりを感じさせます。そしてその池の向こうに鎮座するガジュマルの木はこの聖地の守り神のようにそびえ立ち、訪れる人々に静寂と安らぎを与えます。それはまるでブッダ誕生の物語を静かに語り続けているかのようです。後のブッダゴータマ・シッダールタは紀元前563年にこの地で誕生したと言われています。シッダールタは釈迦族の王スッドーダナと
マヤデビとの間に生まれます。マヤデビはある夜、不思議な夢を見ました。夢の中で6本の牙を持つ白い象が彼女の右のお腹に入ってきたのです。そしてその日、マヤデビはシッダールタをそのお腹に宿したのでした。出産の時が近づくと、マヤデビは自らのふるさとであるデーブダハを訪れる途中で、この地ルンビニに立ち寄ります。そして彼女は一本のアショウカの木に手を伸ばしながら男の子を出産したのです。その男の子こそが後のブッダ、ゴータマ・シッダールタでした。シッダールタが産み落とされたまさにその場所こそが現在のマヤデビ寺院であるとされます。寺院にはシッダールタが誕生し寝かされたその石が2500年の時を経た今でも残っています。マヤデビ寺院の内部を撮影することは固く禁じられていますが、その石は大人の手のひら2つほどの大きさで、時を超えた今もなお命の始まりと永遠の慈しみを訪れる人に伝え続けています。ブッダがこの世に生まれた場所、マヤデビ寺院の向かい側に立つガジュマルの木のたもとには神聖な空気が流れています。そこに座ればブッダの誕生と悟りまでの物語が心を打つのです。シッダールタは生まれてすぐにその足で7歩踏み出しました。それはただの歩みではなく深遠な意味を持っていました。その7歩は6つの輪廻の世界六道とそれらを超越した涅槃という境地の象徴であると解釈されたのです。その7つの世界は後にマンダラにも描かれ、多くの人にインスピレーションを与えるとともにその心の拠り所となっています。またシッダールタが空を指さして唱えた天上天下唯我独尊という誕生下は、すべての存在は尊くかけがえのない命を与えられていること、あるいは他と比べることのないありのままの自分への充足の意味を持つとされ、すべての生きとし生けるものに対する慈悲の心を象徴する言葉として解釈されています。ガジュマルの大きな枝の下では毎日多くの僧侶が瞑想を行いお経を唱えています。この場所はまさに聖地であり、静かに瞑想するその姿は内なる平和への道を示しています。周りの木々の枝からは5色の旗が連なり風に揺れています。この5つの色は空、水、火、風、土を表し、地上の平和と調和を象徴します。プスカリニの池の向こうにはブッダの誕生した場所と、それを守るようにして建てられたマヤデビ寺院が優しく静かに佇んでいます。ここに立つと2500年前にこの地で生まれたブッダの人生とその悟りへの物語が時を超えて語りかけてくるかのようです。そしてその道のりがまるで昨日のことのように感じられてくるのです。ブッダ誕生の地、ここはまるで時間が止まってしまったかのような場所。ここでの時間はただ過ぎ去っていくのではなく、僕たちの心にしっかりととどまり深く刻まれます。そして悠久の時を超え、いつまでも語り継がれる平和と慈悲のメッセージは僕たちの心に穏やかな風を吹き込み、内にある不
深い静けさへと誘うのです。2500年前の喧騒が聞こえた気がします。かつてブッダが青年期を過ごしたカピラバスタの地に足を踏み入れると、その町と呼ぶにはひっそりとした空間にゴータマ・シッダールタが見た景色の残像が漂います。足元のレンガ、枯れた井戸の跡、そしてシッダールタが沐浴をした池のくぼみ、これら一つ一つの風景は2500年前の日々と人々の営みをここによみがえらせるかのようです。シッダールタが遥かな旅へと誘われた4つの門、その2つは今や土の中。けれどそれらに思いを馳せるとき、照りつける太陽はこの肌を優しく撫でてくれるのです。さあ、シッダールタが悟りの道へと旅立った東の門をくぐりましょう。その先に広がる平原からのそよ風は愛馬カンタカの足音を運んできます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。お友達やご家族にも教えてあげてくださいね。すぐにお会いしましょう。じゃあまたね。それなのになんでだろう。音楽がないと人生はちょっと長すぎ、退屈な日々と長くやまない